皆さんが毎日使う高速道路。あの道路を夜も昼も黙々と守り続ける車たちがいます。22トンの巨体で路面をきれいにする車。青いレーザーでひび割れを探す車。横倒しになった車を2本のワイヤーで引き起こす車。そして大きさ、強さトップ5。第1位は重さ14トン、アフリカゾウ2頭分のあの車です。今日は街の働く車のすごい仕事を全部見せます。その前にまだチャンネル登録をしていない皆さんはぜひ登録してくださいね。新しい動画が出たらすぐにお知らせします。面白いと思ったらいいねとハイプも押してくださいね。それではスタートです。乗り物大好きなみんなはチャンネル登録してね。ハロー、僕の名前はポポ。よろしくね。今日の乗り物ワンダーは高速道路をきれいにする車だよ。うわー、どの車もすごいスピードだ。やっぱり高速道路はすごいな。高速道路は車がスピードを出すから安全に走れるように道路をきれいにする車がいるのよ。へえ、どんな車がいるの？まず最初に紹介するのはこれ、路面清掃車よ。これが路面清掃車よ、パパ。大きさは11メートル、重さはおよそ22トン。ジンベエザメと同じくらいの重さなのよ。路面清掃車は下についているこの2つのブラシで路面にある土砂やゴミなどを掃除する乗り物よ。ブラシが回転しながら横に飛び出てきた。パパ、この装置は土砂やゴミを吸い上げる掃除機のような役目なのよ。ブラシで土砂を巻き込んで掃除機で吸い上げるんだね。すごい！いろんな装置がたくさんあるんだね。より速いスピードで走る高速道路では小さな砂利やゴミがあると危ないので、この路面清掃車が大活躍するのよ。路面清掃車のおかげでいつも道路がきれいなんだね。次に紹介するのはこれ、散水車よ。散水車の大きさはおよそ11メートル、重さはおよそ22トン。
この車もジンベエザメと同じくらいの重さなのよ。散水車は道路にある埃や砂を風で飛ばされないようにしたり、トンネルの中の壁を清掃したり、冬場では道路が凍らないように塩水をまいたりと幅広い活躍をするのよ。うわー、すごい。今度は車の体中から水を吹き出し始めたよ。壊れちゃったのかな。大丈夫よポポ。あれだけ水を出してタンクの中に水はどのくらい入っているのかな。散水車のタンクにはなんと8000リットル、2リットルのペットボトル4000本分も入るのよ。8000リットルってすごい量だね。さらに散水車は道路の掃除以外にも火災の時の水源の代わりや災害時の給水車にも使われたりするのよ。散水車っていろんなとこで活躍してるんだね。さあポポ、最後も路面清掃車よ。変わった形をした路面清掃車だね。この路面清掃車は大きさは7メートル、重さはおよそ6トン。象と同じくらいの重さなのよ。ここでクイズよ。レバーに注目してね。作業員さんがレバーを押すとゴミはどうなるでしょうか。みんなも10秒考えてみてね。難しいよ。なんだろう。A のゴミが吹き飛ぶかな。なんだろう。わかったかな。正解は B のゴミを吸い取るでした。なんだか掃除機みたいだね。高速道路上には空のペットボトルや荷積み用のゴムなどが落ちていることが多く、小さなゴミを回収するのに活躍するのよ。ポポ、高速道路をきれいにする車のことが分かったかしら。高速道路ではいろんな種類の車が働いてくれているから安心して走れるんだね。いつもありがとう。お仕事頑張ってね。今日の乗り物ワンダーは高速道路をきれいにする車でした。それじゃまたね。バイバイ。乗り物大好きなみんなはチャンネル登録してね。ハロー、僕の名前はポポ。
よろしくね。今日の乗り物ワンダーは高速道路を守る車だよ。あら、ご機嫌ね。ポポ、どうしたの？今日は高速道路を守る車を見に行くんだ。そうなのね。じゃあまず最初に見るべき車を紹介するわね。なになに？まず最初に紹介するのはこれ、ロードタイガーよ。ロードタイガーって強そうな名前だね。ロードタイガーの名前の由来は、捉える、検査する、熟視する、正確な、素早いという意味の英語の頭文字を取った言葉なのよ。大きさはおよそ6メートル、重さは3160キログラム。メスの象と同じくらいの重さなのよ。ロードタイガーってどんな仕事をするの？ポポ、ロードタイガーは高速道路の路面が傷んでないかを細かくチェックしてくれる乗り物なの。高速道路の路面はよく見るとひび割れしたり段差ができていたりするのよ。ほんとだ、デコボコのところもある。ポポ、ロードタイガーの後ろの部分を見て。ここに 3D ステレオカメラがついていて、走りながら道路の状態をチェックしていくのよ。うわー、青いラインが出て走ってる。この青い LED ライトを道路に照射させて、カメラで道路の状態を撮影しているんだって。だから高速道路を走りながら路面の状態を細かく知ることができるのよ。ちなみに撮影した画像は車内のパソコンに録画されて、1メートル間隔で道路の状態を分析していくそうよ。へえ、ロードタイガーってとっても頭がいいんだね。ロードタイガーも高速道路の安全を守っているんだね。さあポポ、次は水噴霧測定車よ。水噴霧測定車は大きさおよそ9メートル、重さはおよそ10トン。象2頭と同じくらいの重さなのよ。変わった形をした車だね。どんな仕事をするの？実は高速道路のトンネルの中の天井部分には、万が一火事になった時に火が燃え広がらないように水噴霧の機械というのが取り付けられているの。水噴霧測定車はスプリンクラーが大事な時にちゃんと動くか点検する車なのよ。へえ、すごく大事な仕事をしているんだね。今日は特別に作業する時の状態に変身してくれるそうよ。うわー、楽しみだ。すごい、こんな形になるんだね。ちなみにこのバケットと呼ばれる部分でスプリンクラーから出た水を受け止めて水の量を測定するのよ。次に紹介するのはこれ、高所作業車よ。
高所作業車の大きさは 8.5 メートル、重さは 7875キログラム。シャチと同じくらいの重さなのよ。高所作業車は名前の通り高いところの作業をするときに使う車。高い橋での作業で活躍するのよ。うわー、高くまで上がってる。このクレーン車が一番高いところまでアームを上げると、なんと27メートルもの高さになるのよ。うわー、すごい高い。こんなにも高く上がるんだね。遠くまでよく見えるね。じゃあここでクイズよ。このクレーン車は何の作業に使うでしょうか。みんなも10秒考えてみてね。なんだろう。A かな。 C の標識の点検かな。何かな。わかったかな。正解は B の橋の点検でした。これは橋梁点検車といって、人が入れない橋の下などにクレーンを伸ばすことができて、橋の状態を点検するための頼もしいクレーン車なのよ。パパ、高速道路を守る車のことが分かったかしら。高速道路ではいろんな種類の車が働いてくれているから安心して走れるんだね。いつもありがとう。お仕事頑張ってね。今日の乗り物ワンダーは高速道路を守る車でした。それじゃあまたね。バイバイ。今日の乗り物ワンダーは大きさ、強さトップ5ランキングです。働く車の中で一番大きくて強いのはどの車なのか、今日はランキングで発表します。皆さんが暮らす街には毎日たくさんの働く車が走っています。火事の時に飛び出す赤い消防車、壊れた車を助けるレッカー車、そしてどんな重いものでもひょいと持ち上げてしまう力持ちの車たち。でも皆さんに聞きます。一番大きい車はどれでしょう？一番強い力を持つ車はどれでしょう？重さ11トン、シャチと同じ重さの車。高さ40メートル、10階建てのビルに届くはしごを持つ車。そしてアフリカゾウが2頭分、重さ14トンのこの町で一番大きな車。今日は5台の働く車が集まりました。大きさ、強さ、凄さ、すべてをかけた頂上決戦です。第1位に輝くのは一体どの車なのか。答えはこの動画の最後に発表します。ポポと一緒に全部見てみましょう。その前にまだチャンネル登録をしていない皆さんはぜひ登録してくださいね。新しい動画が出たらすぐにお知らせします。それではランキングスタートです。まずは第5位。道路のトラブルを解決する頼もしい味方。JAF のレッカー車と積載車です。エンジンがかからない、タイヤがパンクした、動けなくなってしまった車のもとへいち早く駆けつけるのがレッカー車です。ちょっと確認させていただきます。ちょっと今回の方はレッカーが必要だと思いますので、これからちょっとレッカーさせていただきますので。
JAF の隊員の的確な判断と安全な作業で動けなくなった車が安全に移動されるのです。次に登場するのは積載車。全長およそ8メートル、重さはおよそ5トン。これはメスの象1頭分と同じ重さです。荷台がゆっくりと後ろに伸び、地面へと降りていきます。そこにワイヤーをかけてウインチと呼ばれる装置で引っ張ると、3トンまでの車が荷台の上に乗っていきます。そして積載車にはもう一つの顔があります。バイクを専門に運ぶ二輪運搬車です。オートバイを固定してぐっとリフトを上げると、重たいバイクがあっという間に荷台へ。この車なしではバイクのトラブルは解決できません。動けなくなった車やバイクを安全な場所まで届ける。地味に見えて実は街になくてはならない存在。それが JAF のレッカー車と積載車です。しかし重さ5トンのこの車も今日のランキングでは第5位。上にはまだ4台の強者が待っています。続いて第4位。道路や橋を作る縁の下の力持ち、コンクリートミキサー車です。街のどこかで工事が始まるたびに必ず呼ばれるなくてはならない存在。後ろに積まれた大きなドラムと呼ばれる樽がぐるぐると回り続けながら大切な荷物を運んでいきます。その荷物とはコンクリート。セメントと砂と砂利、そして水を混ぜた建物や道路を作るための特別な材料です。コンクリートミキサー車が一度に運ぶ量は 9.2 トン。これだけの重さのコンクリートを積みながら街の道路を走り続けます。でもここで疑問が生まれます。コンクリートは時間が経つと固まってしまうのに、どうして荷台の中で固まらないのでしょう。秘密はあのドラムの回転にあります。走っている間も止まっている間もドラムはずっと回り続けています。回し続けることでコンクリートが固まるのを防いでいるのです。そして工事現場に着いたら、今度はドラムが逆回転を始めます。逆に回ることでコンクリートが外へと押し出され、スルスルと流れ出てくるのです。さらに驚くことがあります。暑い夏の日、工場では天井からシャワーが降り注ぎ、ドラム全体を冷やしていきます。コンクリートが熱で固まらないよう、丁寧に丁寧に温度を守っているのです。重さ 9.2 トンの荷物を抱えながら回り続け、冷やされ続ける。それがコンクリートミキサー車の静かで力強い仕事です。しかしこの車も今日のランキングでは第4位。上にはまだ3台の強者が待っています。続いて第3位。あらゆる災害と事故の現場に駆けつける究極の救助マシン、救助工作車。火事、交通事故、地震、どんな現場にも対応できるよう、この車には驚くべき装備が積み込まれています。この車両の大きさは全長およそ8メートル、重さは11トン。これはオスのシャチと同じ重さです。まず紹介するのはスプレッダー。交通事故で壊れた車のドアをこじ開けたり切り裂いたりすることで、中に閉じ込められた人を助け出す装備です。このスプレッダーが生み出す力はおよそ14トン。頑丈な車のドアもまるで紙のように引きちぎってしまうのです。次に登場するのは大型ブロワ。火災現場に充満した煙やガスを強力な風で一気に吹き飛ばします。
その風の強さは立っていられないほど。夜間の現場では照明装置が地上6メートルまで伸び上がり、左右180度周囲全体を明るく照らし出します。そして後部に備えたクレーンは事故で横転した重い車両を軽々と持ち上げます。さらに前方のワイヤーは動けなくなった車を力強く引っ張り出します。火を消し、道を開き、人を助ける。一台で全てをこなす。それが救助工作車。しかしこの車も今日のランキングでは第3位。上にはまだ2台の強者が待っています。楽しんでいますか？いいねボタンを押してポポを応援してくださいね。さあ、いよいよ第2位の登場です。高く遠くどこまでも届く炎と戦う空の勇者、消防はしご車です。火事が起きた。でも炎は高いビルの上にある。そんな時、真っ先に出動するのがこのはしご車です。消防はしご車の全長は約12メートル。そしてこの車の最大の武器、はしごは最大40メートルまで伸びます。40メートルとは10階建てのビルと同じ高さです。ゆっくりとしかし力強く空へ向かって伸びていくはしご。その先端に立った消防士は高い場所からホースで水を放ち、炎を鎮めていきます。そして年に一度、消防の仲間たちが集まる式では、複数のはしご車が空に向かってはしごを伸ばし、一斉放水が行われます。空に描かれる水のアーチ、それは街を守る消防の誇りの証です。高さ40メートルの空から街を見下ろし、炎に立ち向かう。それが消防はしご車の勇敢な使命です。しかしこの車も今日のランキングでは第2位。第1位の車は一体どれほどの大きさなのでしょうか。さあ、お待たせしました。いよいよ第1位の発表です。今日のランキング、堂々の第1位に輝いたのはカーキャリアです。全長およそ17メートル、重さはなんと14トン。これはアフリカゾウのオス2頭分と同じ重さです。17メートルとは大型バス2台分をつなげた長さ。この街を走る働く車の中でこれほどの大きさを持つ車は他にありません。カーキャリアの仕事は工場で生まれたばかりの新しい車を全国のお店まで届けること。でもなぜ車は自分で走って届かないのでしょう。実は生まれたばかりの車にはまだナンバープレートがついていません。ナンバープレートのない車は道路を走ることができないのです。だからカーキャリアが代わりに運んでいるのです。このカーキャリアが一度に運べる台数は6台。上の段に3台、
下の段に3台、前向き後ろ向きを交互に隙間なく積み込んでいきます。ぶつかると思うほどギリギリまで詰めながら、パズルのように丁寧に丁寧に積み上げていく。その技術はまさに職人の神業です。全長17メートル、重さ14トン、一度に6台。これが今日のランキング堂々の第1位でした。今日のランキングいかがでしたか？第5位 JAF の積載車、第4位コンクリートミキサー車、第3位救助工作車、第2位消防はしご車、そして第1位はカーキャリア。皆さんの予想は当たりましたか？最後まで見てくれてありがとうございます。面白かったと思ったらぜひいいねを押してくださいね。そしてポポともっと仲良くなりたい皆さんへ、ワンダー隊員に登録するとポポの特別な壁紙をプレゼントしています。画面のチャンネルメンバーのボタンからぜひ登録してみてくださいね。それではまたお会いしましょう。地震や台風などの災害が起きた時に活躍する災害対策レッカー車。みんなで力を合わせて助けてくれるよ。乗り物ワンダー。ハロー、僕はポポ、よろしくね。今日紹介するのは災害対策レッカー車だよ。また JAF に来ちゃった。今日は災害対策に出動する車に会えるって聞いたけど、どんな車なんだろう。ポポ、ここは JAF の小田原基地よ。レッカー車がたくさん止まっているね。レッカー車のことはよく知っているけど、災害対策に出動する車はどれだろう。こんにちはポポ、よく来てくれたね。災害対策に出動する車はどれですか？はい、災害対策車はこっちだよ。これ普通のレッカー車とどこが違うんですか？そうだね、普通のレッカー車と違っていろんな装備がついてるんだよ。そうなのポポ、地震や台風などの災害が起きた時に警察や自治体と力を合わせて道路を塞ぐ車両などを取り除くのが災害対策レッカー車の役目なの。早く道路を通行させて災害地の復旧に活躍しているのよ。災害対策レッカー車はすごい車なんだね。普通のレッカー車と違うところはどこなんですか？はい、普通のレッカー車と違ってウインチが2つついている車です。でもウインチの先の色が違うのはなぜ？ウインチの左右の色が違うのは右と左を間違わないようにしてあるためよ。でもなぜウインチが2つもついているんですか？はい、横倒しになった車をこの2つのウインチを使って起こします。ポポ、今日は事故を起こした車を引き上げる訓練を見せてくれるわよ。やったー。右後ろ痛くてよし。うわー、車が持ち上がった。車両離れて安全確認完了したら、下の車両を引き出します。止め設置よし、了解。よし。次のありがとうございます。はい。了解。車両の下には絶対に入らないので注意して、ブレーキ確認もしてから動かすこと。了解。ブレーキ確認お願いします。ブレーキ離します。ブレーキます。ブレーキ確認 OK。はい、ブレーキ確認了解。流れ止め外します。はい。さあ押します。十分注意して動かすこと。ブレーキ離します。
車が抜け出せたね。燃料までなし。なお角度変わるんで、オイル漏れ、ガソリン漏れの可能性があるため、消火器の準備。最後に前の車を下ろしたら完了よ。このように JAF ロードサービスの隊員が特別に訓練を受けて災害救助に当たるの。はい、オイル漏れ、ガソリン漏れはないか。オイルまで燃料までなし。はい、ないことの確認了解。オイルまで燃料までなし。スイッチ確認。無事車が元に戻ったね。災害対策レッカー車はすごいね。サイドブレーキ確認よし。災害対策レッカー車は他にも重要な装備を積んでいて、消火器や救護のための機材も備えているのよ。そして災害地では作業をしているのを周りの人に知らせることも重要なの。だから作業中という標識も出るようになっているの。じゃあポポ、ここでクイズよ。災害対策レッカー車は災害以外にも出動する場面があります。それはどんな時でしょうか。1、大雪。2、火事。3、船の転覆。1の大雪かな。ではみんなも10秒考えてね。わかったかな。正解は1の大雪でした。大雪の時は車が動けなくなったりスリップしたりするからとても危険なの。そんな時も災害対策レッカー車は活躍してくれるのよ。災害対策レッカー車はどんな時も助けてくれるんだね。うわー、こっちは可愛らしい車がいるよ。この車は何ですか。ポポ、これはね、バン型サービスカーといって、砂浜だとか山道だとか普通の車が入っていけないような場所ではまってしまった車を、この前のウインチを使って引っ張り出すための車だよ。ウインチ。そう、このバン型サービスカーの前の部分にはこのようなウィンチと呼ばれる装置がついているの。このウィンチは見ての通りロープが前まで伸びるようになっているの。このウィンチを救助する車に接続して引っ張り上げて救助をするのよ。うわー、ロープが巻き取られていく。他にも砂浜や山道での救助を想定してさまざまな機材も積み込んでいるのよ。このバン型サービスカーはミニカーみたいで可愛らしいね。ポポ、災害対策レッカー車やバン型サービスカーのこと分かったかしら。災害時や緊急時に活躍してくれる頼もしい味方だね。今日の乗り物ワンダーは災害対策レッカー車でした。それじゃあまたね。バイバイ。道路をきれいにする清掃車と散水車。青いレーザーで路面を守るロードタイガー。そして横倒しの車を引き起こす災害対策レッカー車。大きさ強さトップ5。第1位のカーキャリア。全長17メートル、重さ14トン。アフリカゾウ2頭分の力持ちでした。街で働く車たちのすごい仕事、ぜひ覚えておいてくださいね。最後まで見てくれてありがとうございます。面白かったと思ったらぜひいいねとハイプを押してくださいね。
そしてチャンネル継続のためにメンバーシップを募集しています。ワンダー隊員に登録するとポポも特別な壁紙をプレゼントしています。画面のチャンネルメンバーのボタンからぜひ登録してみてください。それではまたお会いしましょう。